はいどうも皆さんこんにちは。サーディの河野玄斗です。今回は灘高校の数学の1年分解説していこうと思います。灘高校ね、言うまでもなく最難関校の一つですよね。初めに言っておくと、これ高校入試、中学3年生が解くんですけど、もう中3には無理です。ね、大学入試レベルの問題がたくさんね、出題されてるなというふうに感じました。裏を返せば、ぜひね、高校生の皆さんは全部ね、解けるようになってほしいんですね。これを中学3年生が解くんだ、やべえなっていうね、そういうね、楽しみ方をしてもらいつつ、しっかりと押さえるべきポイントを学んでもらえたらいいかなと思います。ということで、早速やっていきましょう。それでは四角1、括弧1から、もう早速難しいですよね。高校生でも解けないっていう方も結構いるんじゃないかなって思うんですけど、それが四角1、括弧1にある灘の恐ろしさ。でもね、品質の式変形とかもあったりするので、しっかりと解けるようにしておきましょう。まず括弧1、A、B、C、D が A プラス B プラス C プラス D イコール4と、これも共に満たすとき A 分の1プラス B 分の1プラス C 分の1プラス D 分の1は何とかであると。これはね、この長い式をどういう風に扱っていくかっていうのがポイント。分数があるわけだから、通分しましょう。A 分のっていうものがあるのは B プラス C プラス D。で、B 分のっていうのがあるのは A プラス C プラス D。みたいな感じにしていくわけね。で、こういう風に直した後で、これらをどういう風に処理をするかというと、これが品質パターン。A プラス B プラス C プラス D イコール4っていうものを A プラス B プラス C。その3つの足し算は 4-D と、ね、D だけの式に直せるっていう性質があるわけね。だから B プラス C プラス D で言うと 4-A。で、これが 4-B、4-C、4-D になるよと。ここまで来たらもう楽勝。ね、A 分の4、B 分の4、C 分の4、D 分の4合わせて4括弧 A 分の1プラス B 分の1プラス C 分の1プラス D 分の1。で、マイナス A 分の A。だからマイナス1、マイナス1、マイナス1、マイナス1のマイナス4が出てきて、それがマイナス14になるよ。ということで求めたい値は移行して4で割ってマイナス2分の5というふうになるわけです。これ言われてみればそんなにね難しいわけじゃないんですけど、もうこの式どう扱おうっていう風にね、もう止まってしまう方多いと思うんですね。これが四角1、括弧1にある。ただ、しっかりとこの式変形は品質なので押さえておきましょう。それではね、括弧2。A を定数とする X の二次方程式、これとこれがある。1の解を PQ、2の解を RS とすると PQRS は全て異なり、これらを小さい順に並べると、隣り合う2つの数の差がいずれも等しくなったと。うまく並べることによって P と Q、R、S と順番に差がね、同じになってくる。等差数列になるよと。A の値を全て求めると、なんとかであると。これどういう風に考えていけばいいかというと、とりあえず二次方程式の解だから解けないかなっていう風に考えるわけですよ。でもこれ難しいですね。この二次方程式を解いていくの。1解けんのかな解けないんですけど、だから解の公式を使うしかない。で、2の方は、これ足してこれ、かけてこれとなるのはマイナス8とマイナス A があるから因数分解できるなっていう風に気づく。これも結構難しい因数分解だと思うんですけどね。文字を含む二次方程式。よって、RS が 8A ということがわかる。で、PQ について言うと、もう解の公式を使うしかなくて、解の公式を使うと、A マイナスルート A2 乗マイナス A マイナス8と、プラスマイナスいいかな。A プラスと A マイナスルート A2 乗マイナス A マイナス8の2つが出てくると。じゃあ、これをうまく並べると等差数列になるよっていうような A の値を求めていきたいんだね。こっからが、気づいてほしいこと。この A と A ね。要は、A があったとき、この A プラスルート A2 乗マイナス A マイナス8は、これ K とすると、K だけ増えたところにあるんだよね。で、一方 A マイナスの方は K だけ減ったところにあるんだよね。ということは、この3つはもうすでに等差数列になってるわけ。じゃあ、あと8をうまく配置してあげたいわけだから、8が来る場所は、さらに K 大きい、あるいはさらに K 小さい部分のどっちかにあればいいんでしょ。よろしいですかね。よって、8と A の距離が 2K になればいいと。8と A の距離。A-8 ね。A-8 の距離、絶対値が K の2倍になればいいよ。っていう風に言えて、あとは、これを解いていく。これちょっとね、高校の範囲なんじゃないかなと思うんですけど、これ2乗するよね。2乗する。A2 乗マイナス 16A プラス64っていうのが4倍のこれ。だからもう展開しちゃうと 4A2 乗マイナス 4A マイナス32移行して 3A2 乗プラス 12A マイナス96イコール0っていう風になって3で割って解いてあげると A イコールマイナス8と4という風になるわけです。よろしいですかね。これね、解説聞いたらね、こうやって解くのかっていうふうに思うかもしれませんけど、実際自分で解くの難しいですからね。これ解の公式で無理やりやんなきゃいけないし、こっちは普通に解けるなっていうのも難しい。中学3年生ですよ。
これは難しい。で、さらに A のね、前後で、これだけ変わってるんだっていうのに気づくのは難しい。で、さらにこの方程式を解くのはかなり難しい。だって高校の範囲とかね、これ完全に。2乗してあげればいいわけだけど、そういう風に解いてあげる。これがね、四角1の括弧2にあると、序盤中の序盤にあるっていうのは、本当に恐るべしですよね。じゃあ続いて括弧3。1個のサイコロを投げて出た目によって次のように点数を定める。出た目の数が奇数の時1。出た目の数が偶数の時、出た目の数。1個のサイコロを3回投げて3回の点数の合計を x 線とする。x が3の倍数である確率は何とかであると。これはね、奇数の時1、偶数の時出た目の数。ということで、1、3、5の時は1点。で、2、4、6の時はそれぞれ2、4、6点という風になるわけ。で、それを3回投げた時に、その合計点が3の倍数となる確率を考えてあげてくださいね、というわけね。3の倍数について考えてるわけだから、もうね、この1、2、4、6って見るんじゃなくて、3で割った時の余りで見てあげましょう。1、2、1、0とね。要は、3で割った時に0余るのが6の1個だけだよ。で、1になるのが、1、3、5、4の4個あって、3で割った時の余りが2になるのが、サイコロの目が2出た時の1個だけっていうことね。こういう風になると。じゃあこれを元に3個投げて、じゃあ3の倍数となるように考えていけばいい。それはね、足して3、0になるもの、3になるもの、3になるものは111と012。で、足して6になるもの。これを考えていけばいいよね。000の場合は、それぞれ1個なわけだから、1の3乗の1。で、111は、4の3乗の64と。で、1個飛ばして、222は1の3乗の1だよね。じゃあ、012はどうなるのって言ったら、0、1、2、それぞれ 1×4×1 になるわけだけど、4。それに加えて、0、1、2の並び替えがあるよね。だから、かける3の3乗の6と、24という風になるので、足して、2足す88が90だね。90通りになるので、答え、6の3乗分の90で、12分の5と。いう風になるわけです。これはね、しっかりと状況を整理して、厳密に言うと合同式ね。数 A でもちょっと発展的な内容の合同式を使うわけだけど、イメージとしてしっかりと状況を整理して、それぞれ求めて場合分けして答えを出していくと、これをね、四角1の括弧3、正確に解くっていうのはなかなか難易度高いんじゃないかなと思います。じゃあ四角1最後、小問集合のラスト。右の図で AD 垂直 BC。BD イコール1、CD イコール4。で、角 B イコール2、角 C。だから、ここが1、4で、この角の2倍になってると。この時、AC の長さを求めてくださいと。これ、もうね、かなり難しいですね。高校数学で言うと、シータ、2シータとかやって、三角関数ね、タンジェントの式で AD が共通っていう式を立ててあげて、あとはタンジェントの加法定理を使ってタンジェントを求めてっていう風にやっていくと思うんですけど、そんなことはね、今回しない。この角が2倍であるっていうのをうまく使うためには、もうここ二等分線引くしかないよね。そうすると、何がわかるかというと、この三角形とこの三角形で相似だよね。ってことは、ここが1対4。相似比が1対4ってことは、ここが1対4になる。すなわち、ここが1対3かな。この三角形とこの三角形の相似に着目。で、これはね、灘を受験する方だったら、ぜひ知っとけっていうね、出題者からのメッセージだと思うんですけど、角の二等分線の性質は厳密には数 A の範囲。でも、それくらいは知っときましょうね。中3とはいえ知っときましょう。てかその後の問題でも、角の二等分線絶対知ってなきゃ解けないでしょ。みたいな問題あるので。これも、角の二等分線、ここは1対3ってことは、ここは1対3。っていうことで、長さが3ということはすぐわかると。あとは芋づる式に出てくるよね。ここから AD は、ルート3の2乗引く1の2乗で2ルート2と。で、あとは AC はこことこの、3平方の定理使って8たす16の24のルート。だから2ルート6という風になるわけです。灘を受ける方だったら、角の二等分線の性質ぐらい知っとけというね、出題者からのメッセージですね。もうさすが灘っていう感じですね。これで小問集合以上。じゃあ続いて四角2番。2つの容器 AB があり、はじめ A には濃度 N% の諸件性が 100g、B には濃度 N% の諸件性が 100g 入っている。で、それぞれの容器から X g ずつ取り出して他方の容器に入れ替えてよくかき混ぜるという操作を2回繰り返し行う。ただし、M と N は異なるものとする。要は、M% と N% の食塩水があるわけですよ。M% と N%、100g ずつね。で、これを X g ずつ交換しますよ。これを2回しますよって話ね。で、1回目の操作を終了した時の容器 AB の食塩水の濃度をそれぞれラージ M1、ラージ N1 とする。ラージ M1、ラージ N1 を MNX を用いて表せ。で、その差が M-N となるような、の10分の1倍となるような X の値を全て求めようと。これ入れ替えた後にラージ M1、ラージ N1 がどうなるのかっていうことを考えていくわけだけど、食塩の量を追っていけばいいよね。100g っていうのがね、もう設定として超楽勝。だから、100g N% だったら食塩 M g でしょ。で、こっちは N g 含まれてるわけだよね。それがどれだけのね、食塩の量に変わるのかっていう風に考えていくと、ラージ M1。
この中に含まれている食塩の量っていうのは、もともとは M グラムだったのが、X グラムこっちに移しちゃうわけだから、その X グラムの中には X×100 分の M だけ食塩が入っていて、一方で、こっちからも X グラム来るわけだから、そこには X×100 分の N グラムだけ含まれてるわけ。で、これがラージ M1 の食塩の量なわけだけど、結局、この全体のグラム数100グラムなわけだから、割る100かけるパーセントに直すかける100をすることによって、これがね、M1 に対応するわけだよね。よって、ラージ N1 はって言ったら、M と N ひっくり返せばいいね。N-X×100 分の N プラス X×100 分の M と。こういう風になる。じゃあ、M1-N1 イコールこうなるような X の値をすべて求めようっていう風に言われたら、M1-N1 計算すればいいよね。計算すると、この部分が M 低いよね。で、マイナス X×100 分の N とプラス X×100 分の M。差を取ると、マイナス50分の MX。で、ここの部分がプラス50分の NX っていう風になる。これ M-N でくくってあげると、1マイナス50分の X になるのかな。こういう風になるわけ。ということで、1マイナス50分の X が10分の1という風になればいいので、あとはこれ解けばいいよね。50倍してうまく式変形すると x イコール45かな。こういう風になるわけです。こんな感じでしっかりとね、食塩の量を追ってあげれば、あとは計算して、1マイナス50分の x 倍になるのねっていうことが分かれば問題ないかなと思います。ただこの式変形とかね、しっかりと因数分解するというところは結構難しいんじゃないかなと思います。じゃあ、括弧2は、2回目の操作を終了した時の容器 AB の食塩性の濃度をそれぞれ M2 と N2 とすると、M2-N2 が100分の 1M-N となるような X の値をすべて求めようと。2回繰り返した時に、その2つの食塩水の濃度の差が100分の1倍になりますよということね。これは括弧1が分かってれば、1回繰り返すと、1回入れ替えると、1-50分の X 倍、その濃度の差がね、出てくるよっていう話なわけだから、結局2回繰り返すと、1-50分の X の2乗が100分の1という風になればいいよという話ね。じゃあ X イコール45じゃないかっていうと、そういうことはなくて、2乗だからね。1-50分の X はプラスマイナス10分の1になると。これを解いてあげて、x イコール45と55という風になるよっていう感じですね。よろしいですかね。この問題もね、解説聞いちゃえばなんだっていう風に思うかもしれないですけど、中学生が解くんですかね。これもう大学受験にあってもおかしくないですかね。これはね、もうだから中3の時から解かせるならはね、もうほんと恐るべしですよね。じゃあ続いて四角3番。AB は、これを満たす定数とする y イコール x2 乗のグラフと直線 x イコール a との交点を a とし、円を通り傾きがマイナス1の直線と y イコール bx2 乗のグラフの x 大なり0の部分との交点を b とする。三角形 OAB が OA イコール OB の二等辺三角形でその面積が6の時、次の問いに答えよう。で、括弧1からね、AB の値を求めよう。これが傾きがマイナス1ね。で、ここに x イコール a の線があって、この交点を a とする。で、ここを b とする。で、この三角形 OAB が二等辺三角形になってるんだね。二等辺三角形。これがポイントね。じゃあこれをどういう風に扱っていけばいいかっていう話なんですけど、これね、難しいのが平面図形の問題、平面座標の問題と思いきや図形的な考え方もしていかなきゃいけないと。要はこれ傾きマイナス1でしょ。要はここは直角二等辺三角形になってるわけ。直角二等辺三角形になってる。で、かつ、ここね。これが二等辺三角形っていうことは、これ垂線を下ろしますと。垂線を下ろすと、A、B はその垂線に対して対称だよっていう話でしょ。ここね、傾きマイナス1の直線に対して垂直っていうことは、これ y イコール x なわけ。y イコール x に関して対称ということは、このね、点 A を AA 乗っていう風に置けるわけだけど、B は x 座標と y 座標をスイッチした A 乗 A っていう風になってるよっていうことが必要だね。これもね、図形的な要素からうまく文字を置いてあげるっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思います。じゃあ、あとはその面積、三角形 OAB の面積が6となるように A の値を求めて、あとは B をね、芋づる式に分かっていくと。じゃあ、あとはこの三角形の面積を A を用いて表したいわけだけど、これくくってね、囲ってあげて、全体からこの部分を引いてあげるっていう風にしてもいいし、もう高校ね、知識を使って A、B、C、D。この面積は2分の1絶対 1AD-BC ね。これを使ってあげることによって、瞬殺できるよね。2分の1絶対値の A4 乗引く A2 乗。これ A が1より大きいってことが分かってるわけだから、A4 乗引く A2 乗は絶対正だよね。A4 乗引く A2 乗が6。このことから、A4 乗引く A2 乗が12移行して、因数分解してあげて、A2 乗がマイナス3か4。で、A が1より大きいわけだから、A は2ということがわかる。
じゃあ、この部分、点 B が4、2なわけだから、それを y イコール bx2 乗が通るっていうことを使ってあげて、b イコール8分の1ということがわかるわけで。よろしいですかね。こんな感じで条件ね、この二等辺三角形っていう条件から、あ、これ y イコール x に対して対称だな。x 座標と y 座標入れ替えればいいじゃん。これに気づくのがかなり難しい。で、このね、裏技も、ぶっちゃけ中学3年生が知ってるかって言ったらかなりね、難易度高いところを要求してるんじゃないかなと思うんですけど、もうね、灘を受けるぐらいのレベルだったら、これぐらい勉強しとけっていう話ならしいですね。これね、大学受験で出てきてもおかしくないのでね、はい、しっかりと解けるようにしておきましょう。括弧に y イコール bx2 乗のグラフの x 小なり0の部分に点 C を取ると三角形 OAC の面積が6になった。だからこのね、ここに C を取ると OAC が6になったと。この時 C の x 座標を求めよう。C の x 座標ね、t みたいな感じで置いてあげると、y 座標は b が8分の1だったから8分の 1t2 乗になるよね。で、a が2だから24か。これが分かってると。じゃあ、あとは、ここの面積が6となるように、点 C の、この t の座標を求めていけばいい。ということで、さっきのね、公式使うと、このクロスとクロスの差、2分の1の絶対値、8分の 1t2 乗かけ2は4分の 1t2 乗、引く 4×t、引く 4t。これが6となればいいよって話ね。で、一応 t が負だよっていうことから、これは正。これも正。ということで、絶対値の中身、これ絶対正だよね。だから、これそのままカッコにね、変えることができて、両辺8倍してあげると、t2 乗マイナス 16t 移行してマイナス48イコール0という風になるので、これはもう解の公式使って t イコール8プラスマイナスルート4ルート7。t は負なので8マイナス4ルート7という風になるわけです。よろしいですかね。ちょっとね、高校の数学の範囲をちょっとかじってれば、この問題一気にやりやすくなりますよね。中学の範囲だったらこういう風に囲ってあげて、全体の長方形の面積から周りの三角形の面積を引いていくことによって、このね、式を出すことができるんですけど、時短テクニックということで、しっかりとこれも押さえておきましょう。これが四角3。じゃあ続いて四角4番。右の図のように中心 O 半径ルート2プラスルート6の円に内接する正八角形 ABCDFGH と正六角形 APQERS がある。で、まず括弧1からね、三角形 OAB の面積を求めようと。これどういう風に考えればいいかというと、これね、半径が分かっていて、ルート2プラスルート6、ここもルート2プラスルート6。で、あとはこの角度がね、分かるわけだよね。円に内接する正多角形だから。AB は、正八角形の一辺なわけだから360度の8分の1のここ45度ということがわかる。ということで面積は、2分の 1OAOB サイン45度っていう風にやってあげてもいいけど、これ垂線を下ろせばね、1対1対ルート2っていうことが分かって、この高さの部分がルート2分の1倍の1プラスルート3ということが分かる。よって括弧1、2分の1倍の底辺かける高さ。計算してあげて、2ルート2プラスルート6という風になるわけですね。これはしっかりと中心角を考えてあげれば楽勝。次、PC の長さを求めようと。PC の長さ。ここの部分は、またね、中心で結んであげて、ここの角度が何度になるかなっていうことを考えていけばいい。そうすると、角 AOC っていうのが八角形の辺2つ分だから90度。で、角 AOP が正六角形の一辺分だから60度。で、角 AOP は正六角形の辺一つ分なわけだから60度。だから差を取って30度という風になるわけですね。じゃあ、あとは PC の長さはって言ったら、中学生の範囲だったら垂線を下ろして2対1対ルート3。で、ここの長さを求めて3辺を定理っていう風にやってもいいんだけど、余弦定理使うのが一番楽だよね。PC の2乗っていうものは、これの2乗足すこれの2乗。だから、ルート2プラスルート6の2乗の2個分。引く 2× ルート2プラスルート6の2乗。コサイン30度。コサイン30度っていうのは2分のルート3と。そうすると、ここに約分できて、ルート2プラスルート6の2乗でくくると、これ2引くルート3っていう風になって、ここはね、8プラス4ルート3っていう風になる。すなわち4括弧2プラスルート3になるわけだから、和と差の積、ね、2乗引く2乗にできて、ここ1になるから4と。PC の2乗が4なわけだから、PC イコール2という風に求めることができるわけです。余弦定理でね、ちょっと時短しちゃいましたけど、垂線を下ろせば問題なくできるんじゃないかなと思います。じゃあ、括弧3、山場ね。BPC の面積を求めようと。これをどういう風に考えていけばいいのか。これね、BPC 直接求めるのは難しい。ぶっちゃけ座標平面こういう風に置いてあげちゃえば楽勝ではあるんですけど、これはね、BPC を求めるときに、せっかくなので、この円のね、組み合わせで考えていきましょう。そうすると、三角形 OPC 足す三角形 OPB 足すPB 足すことによって、この四角形の面積になる。
そっからこの三角形 OBC を引いてあげればいいよね。これを考えていきましょう。で、これをね、どういう風に解いていけばいいのかっていう話なんですけど、じゃあ例えばね、OPC、これ30度でしょ。これをね、サインとか使っていいのであれば楽勝なんですよ。ね、サインとか使っていいのであれば楽勝なんだけど、使わなくてもね、解けるんですよ。これが面白い。ここ30度。ね、2つ分考えてあげると、ここに正三角形できるでしょ。で、しかもここ垂線が出てくると。よって、すなわち、ルート2プラスルート6とすると、この高さがね、半分になるということがわかるね。2分のルート2プラスルート6。ということで、ここの三角形 OPC の面積は、2分の1かける2分のルート2プラスルート6かけるルート2プラスルート6という風になるわけ。これが三角形 OPC の面積。まあこれ計算してあげると、4分のこれの2乗ということで、2プラスルート3という風になるのかな。同様に、じゃあ次ね、三角形 OBP の面積を考えていきましょう。OBP。これがね、面白いんですよ。OBP の面積って、これ15度ですね。15度。同じように考えたらできるんじゃないかなってぜひ思ってほしいんですね。ここ15度。ということは、もう一個ね、折り返してあげると、ここの部分ね、垂線ができるわけじゃないですか。ここの部分って、実はカッコ2で求めた PC の長さと一緒ですよね。30度で OP と OC がルート2プラスルート6、ルート2プラスルート6、ルート2プラスルート6、30度。ということは、ここは2っていうことはわかるんですよ。ここ2ね。だから、1個分の高さね。この1個分の高さは1ということがわかる。よって、三角形 OBP は、ルート2プラスルート6かける1の半分っていうことがわかるから、2分のルート2プラスルート6になるよと。以上より求めたいのは2プラスルート3足す、2分のルート2プラスルート6。そっから、ね、この45度の部分引きたいね。この三角形、黄色い三角形引きたいわけだけど、これは括弧1の三角形 OAB の2ルート2プラスルート6と一緒。よって、2分の4マイナス3ルート2プラス2ルート3マイナスルート6と、こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。これもね、ぶっちゃけサイン15度とか分かっちゃえば楽勝ではあるんですよ。加法定義とか使ってね。でもこれ中学生の範囲で解くわけだからね。中学生の範囲で解くってなると、このカッコ1、カッコ2の誘導にうまく乗ってあげて、カッコ3ね、求めていくと、かなり難易度高いんじゃないかなと思うわけですけど、ならね、入るぐらいのレベルになると、ここまでの能力が必要とされるというわけですね。じゃあ続いて四角5番。三角形 ABC において、角 B の二等分線と角 C の二等分線の交点を I とする。また三角形 IBC の外接円を考え、その中心を O とする。で、角1が角 BIC は鈍角であることを証明せよ。とりあえず順番にやっていくと、ここが二等分線、二等分線。これね、内心ってことだよね、I が。で、BIC の外接円を考えて、その中心を O とする。っていう話ね。じゃあBIC が鈍角であることを証明せよ。なんでそんなことさせるのか、ちょっといまいちわかりづらいけど、じゃあ証明していきますか。括弧1、角 BIC っていうものは、180度引く IBC と ICB でね。だから180度から、二等分線であることを考えると、2分の角 B 足す2分の角 C でね。で、角 B 足す角 C っていうのは、角 A のから180度引いたもの。180度引く角 A っていうことから、これ計算すると90度プラス2分の角 A と、2分の1角 A という風になるわけ。よって、角 A はね、当然正なわけだから、角 BIC は90度より大きいよっていうことが言えるわけです。90度か。よろしいですかね。こんな感じで、角 BIC 鈍角っていうのが分かった。いいや。じゃあ、括弧に、三角形 OAB と三角形 OAC の面積をそれぞれ ST とする。OAB と OAC ね。この時、この S 対 T っていうのが AB 対 AC であることを証明せよと。こういう問題ですね。これどういうふうに考えていけばいいのかっていうわけなんですけど、ぶっちゃけね、この面積比っていうのは、まずね、ここ対ここに移されるっていうことはぜひね、知っといてください。ABO 対 ACO っていうのは BD 対 DC と等しいんだ。ということは、ね、BD 対 DC っていうのが AB 対 AC と一緒になるってことは、AO っていうのが各 BAC の二等分線に一致するんだっていうことが証明できればいいのかなっていうね、方針が立つよね。じゃあ、ここまで来れば、あとはどう考えていけばいいのかってことなんですけど、こっからがね、難しいよね。
これも大学受験の基本的な考え方を抑えていれば、まあできる。じゃできる。その考え方っていうのが、1、何のためにあったねんっていう話ね。鈍角であることを示させる。鈍角って何がそんな重要なのっていう話ですよ。鈍角であるっていうのは重要なんじゃなくて、角 BIC が90度プラス2分の1角 A であること。これを使ってなんかできる。なんかできないのかなってことを考えてあげるわけね。そうすると、ここ90度プラス2分の1角 A でしょ。そうするとね、中心角の定理より角 BOC ね。ここの部分はその2倍になるでしょ。BIC の2倍が角 BOC でしょ。BOC のうちのこの180度より大きい方ね。そうすると、これの2倍っていうのは180度プラス角 A なわけ。すなわち、ここの部分っていうのは180度引く角 A になるわけでね。もう大丈夫ですかね。ここが角 A、180度引く角 A。あ、ABOC って同一円状にあるんだっていうことがわかるわけですよ。これがすごく強い。で、あとはね、もう芋づる式に分かっていくんですけど、角 OBC と角 OCB っていうのが二等辺三角形でしょ。二等辺三角形。ね、外接円の中心なわけだから。で、ここの OBC と OAC っていうところは必然的に一緒だし、各 BCO と BAO っていうところも円周角の定理より等しいと。よって BAO と CAO が等しいということが示されたので、当然 D、点 D っていうのは、BD 対 DC が AB 対 AC となるような点、角の二等分線の定理より、よって、ね、まあ、S 対 T っていうのは BD 対 CD であるわけだけど、これは AB 対 AC に移るよっていうふうに言えるわけです。よろしいですかね。まあこの流れね、何の問題なんだろうっていう疑問から、これをうまく使うとしたら、ここの部分が180度プラス角 A、180度マイナス角 A で A と足してあげて180度と。ね。まあこれをね、中3の頃から習慣づけてたら、そりゃ大学受験強いですよ。東大学部、ボンボン受かりますよっていう感じですよね。ただね、しっかりと誘導に乗るっていう考え方はすごく重要なので、押さえておきましょう。じゃあラスト、四角6番。鋭角三角形の面だけでできた三角錐 ABCD があり、角 A の長さはこれであると。まあ、書いてみると、こういう風になると。で、括弧1番。点 A から辺 BC に引いた垂線と辺 BC との交点を H とする。垂線をこういう風に下ろす。H。この時、直線 DH は BC と垂直であることを証明せよと。まあ、こういう問題ね。まあ、結局ね、立体の問題なわけだから、どういう風に考えればいいかというと、しっかりと面を切り取ってあげると。ね。今、A から BC に垂線を下ろしたわけだから、三角形 ABC で考えてあげるわけね。三角形 ABC で考えてあげる。そうすると、まあこういうふうに垂線を下ろしてるわけでしょ。ルート13、3ルート2、5。ここ5ね。じゃあ、今ね、求めたいのって H がどこにあるのかってことを考えていけばいいよね。そしたら BH を X、CH を5-X っていうふうに置くことによって、AH の2乗が、ルート3の2乗、13の2乗引く X の2乗イコール3ルート2の2乗引く 5-X の2乗。こういうふうに、式を立てることができる。そのことから、まあ、計算すると x イコール2ということがわかるわけね。BH が2、ここが3で、そうするとここが3か。2、3、3という風になっているということがわかる。じゃあ、あとは、同様に、このね、三角形 BCD を切り取ってあげて、この H が DH が BC と垂直であるということを示せればいいんだよね。ただね、ここで一個注意点があって、ここが垂直ってことは、ここ3対4対5だよね。で、ここ2対4対2ルート5、4たす16、20になってるよね。ちゃんちゃん。じゃダメだよね。なぜかっていうと、ここが垂直であるっていうことが分かってる前提の記述になっちゃうから、そこをね、うまく考えていかなきゃいけないよね。DH は BC と垂直であることを示したいわけだから、垂直であるっていうことが分かってるかのような口ぶりで証明を進めていっちゃダメだというわけ。ということで、まあ一番ね、安心なのは、これ、垂線を下ろしてあげますと、DH' に垂線を下ろしてあげますと。その時に、この Y、ここも 5-Y っていう風に置いてあげて、同様にこの Y の値を求めていく。そうしたら結果として Y イコール2という風になりました。ってことは、ね、H と H'、この点って同じだよねっていう風に言える。
だから DH と BC は垂直であるというふうに言える。こういうね、記述が一番、この DH と BC が垂直であるっていうことを使わない証明として自然じゃないかなというふうに思います。ここが3。で、ここの部分も4ということが分かって。で、AH、DH は共に BC と垂直ということが分かったと。じゃあ次、括弧に、点 B から面 ACD に引いた垂線と面 ACD の交点を K とする線分 BK の長さを求めなさいと。ここからね、ACD に垂線を下ろすわけだけど、そのね、BK の長さ、すなわち高さを求めていきたいんだね。高さ、BK。こういうふうに高さを求める問題の、定石としては、この体積を2通りの方法で見るという方法があると。要は、三角形 ACD の面積かける BK の長さの3分の1倍が全体の体積だよっていうふうに見ることできるわけだけど、括弧1の誘導を使ってあげれば、もうね、別の方法でも体積求めることできるよね。っていうのも、この AHD っていうものね、は BC と垂直なわけだから、BAHD っていう三角錐は AHD を底面としたとき BH が高さになる。同様に CAHD も AHD を底辺として見ると CH が高さということがわかる。よって全体の体積 V として見るとね、簡単に求めることができるわけ。ここ3対4対5の直角三角形になってるわけだから AHD の面積は2分の 1×3×4 の6と。6ね。で、BH っていうのが高さのものと CH っていうものが高さのものがある。結局足しちゃうと BC が高さって見ることができてかける5。それの3分の1倍ね。垂体だから。イコール10というふうに求めることができるわけですね。じゃあ、あとはこれがさらに3分の1かけるこの三角形 ACD かける BK っていうふうにも見れるわけだから、この BK を求めるためには三角形 ACD の面積を最後に求めてあげればいいよねってことがわかるわけ。ACD の面積ってのは3ルートに5、5。二等辺三角形なわけだからそんなに難しくないよね。5、5、3ルート2と。こういうふうに垂線を下ろしてあげれば、ここに2分の3ルート2ということがわかる。よって、ここの分で三平方の定理を使ってあげると、ここは2分のルート82っていうふうになるので、三角形 ACD っていうものは、2分の 1×3 ルート2かける2分のルート82という風になるので、これでね、2を1個分消すことができて、2分の3ルート41という風になるのか。以上より10イコール3分の1かけるこれかける BK。3が約分されて BK ね。求めてあげると、ルート41分の20という風に求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じでしっかりと必要な面を切り出すと。で、括弧にはこの体積を2通りの方法で見る。その時に括弧1の誘導をうまく使ってあげて考えていくと。これもう本当に大学受験にあっても全然おかしくないですよね。これでね、四角1から四角6まで1年分やってきたわけですけど、これね、もう大学受験の問題、ね、1年分だっていう風に言われても、あ、そうなんだ、結構難しいね、ここの大学っていう風になりますよね。それを中学3年生が解くんですよ。なんなら角の二等分線とかバリバリね、高校のね、範囲だったり、そういったものが入ってくるので、それを高校入試の時から求めてくるなんてもうね、さすが灘だなっていう感じですよね。ということで今回灘高校の入試問題1年分解説してきたわけですけど、面白かったよって思う方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。